く登ったおテント様、手にあるサイコロジャラジャラ。語尾がいまいち合わないな。あれあれ、旅人にバイもどうしてここに？しかもこんなに大勢の友達を連れちゃって。お客さん？商売相手？それとも新しい協力者かな？みんなこんにちは。本日王城堂にお越しいただいたのはどういったご用件で？まさか我々が最近開催してるキャンペーンを耳にしてはるばる海を越えたとか？どれどれ？間違いない。私の欲しかったものだね。今時の配達ってすごいね。使い走りの仕事もかっけーに頼まなくて済むんだから。キララちゃんは何でも配達してくれるの？生きた人間も？生と死の境をさまようやつは？それは。驚いて尻尾が立っているぞ。まあいっか。業務開拓の件はまた今度で。5つ星？ 5 つじゃ足りないでしょう。これは少なくとも7つで、いや9つで。おや、お兄さんも詩に興味があるの？もうそう謙遜することないって。同種である私は場数を踏んできて見識が広いんだよ。だからその袖が風になびく角度でお兄さんが雅な人だって分かってるから。私はね、間もなく開催される決勝戦のために準備してるの。そうだ、みんなも手伝ってくれない？そうそう、それだよ。今回の相手はそんじょそこらにいるようなやつじゃない。普段は人混みに姿を隠してるけど、大会になるとトリックフラワーみたいに地面の中から一気に飛び出してくるの。私の予感がこう言ってるんだ。これは珍しく苦戦を強いられるって。技があるだけじゃ足りない。型も添えないと。パイモンにもわかるもので例えるなら、料理は美味しいだけじゃ足りない。盛り付けも美しくないと。これを花2つっていうの。勢いで負けちゃダメだよ。こっちの友達の理解力は大したものだね。ほう、これはなかなかのプロだね。早速対戦してみない？アイデア探しついでに肩慣らしも兼ねてさ。どう？カズハお兄さん、この路地裏に潜む詩人と対戦する自信はある？じゃ、対戦の口上は？よーし、挑戦者よ、名乗るがよい。後天に小鳥がさえずり、炎のサイコロロックあり。王城堂同士フータを受けて立つ。私のターン、キー。幸いカズハお兄さんの召喚物を私がメイドに送ってあげられたからなんとかなったよ。その腕を見るからに初めてこのゲームに触れるものとは思えなかったね。国生でいいわ。それにしてもカズハさんの腕はなかなかなものね。驚いた？今玉境内にいる人はだいたい七星召喚ができるわよ。ええ、構わないわ。後ほど会場でプレイヤー協会の人に手配してもらいましょう。大したことじゃないから遠慮なんてしないでね。それとフータを、決勝戦がもうすぐ始まるわよ。私はそれを知らせに来たの。安心して。私は一見レンガを数えてるように見えるけどずっと聞いてたから。準備万端、必ず勝利するってここに宣言しよう。カードの裏面？もしかして宝箱の柄が書いてあるやつ？その人顔に怪盗って文字こそ書いてなかったけど、雰囲気は確かにうちのお世話になりそうなお客さんだったね。今朝彼が趙雲と札遊びをしてるのを見たの。負けた人がカードの裏面を渡すって言ってたよ。最後はその人が心証して額の汗を拭いながら裏面を持って行ってた。なら無謀の丘に行ってみるといいよ。そこにいるはずだから。親友であるあなたの応援があればシュパパって片付けられるよ。そりゃあもちろん。
シュパパッとはいかなかったけど、ドカーンと勝利をゲットしたよ。相手はさすが札遊びの達人だね。お互いの主力をそれぞれ2枚落とし合った後に、私たちの勝負はやっと最終局面を迎えたの。この同志たる私は目を閉じ、息をため、サイコロを手に握った。で、会場にいる目に見える友人たちと見えない友人たちから加護をもらえるように祈ったんだ。それからどうなったと思う？私は肩を技へと落とし込み、両手を振った。そしてあの工場は大声で叫んだの。炎のサイコロ6個あその通り。私が目をかっぴらいてよーく見ると、テーブルの上には炎のサイコロがちゃんと6個揃っててね。そして両弦の蝶のごとく勢いで勝利を手にしたってわけ。まさか私が札遊びで勝った人がそんなにすごい人だったなんて。ほほー、私のために祝勝会を開いてくれるんだ。ならご賞番に預からないとね。そういえば北斗姉さんも七星召喚帝できるの？じゃあさ、もしよかったら私に紹介してくれないかな。前々から北斗姉さんには憧れてて、友達になりたいと思ってたんだ。でもなかなかその機会がなくって。